一度はこう思ったことありませんか？最近韓国人増えてない？駅の改札、大学のキャンパス、会社のフロア、気づけば横にいて、しかも観光客じゃない。でもここで一回止まって考えてみてほしいです。これブームでしょうか？たまたまでしょうか？ K-POP のせいでしょうか？違います。今、日本に住んでいる韓国人が増えたのは、歴史でつながり、仕事で呼ばれ、教育で入り、価値観で残り、結婚で定着する。この5つの力が同時に噛み合わった国が実は日本なんです。この動画を見ると、なぜ日本で生きるという選択が増えているのかがわかるようになります。一つ目、在日コリアンの存在です。これ、世界的に見ても日本しかない構造なんです。1世代、2世代、3世代、4世代、気づいたら世代が回っていた。戦前、仕事など時代の流れで日本に来た一世。戦後、日本に残り、帰る場所も完全な居場所もない中で踏ん張った二世。日本の学校で育ち、友達と同じ給食を食べ、同じ校歌を歌ってきた三世、四世。今、この人たちは割合自体は低いと思うんですが、あなたの会社の隣の席とか、子供の担任の先生とか、かかりつけ医に普通にいます。名札を見ないとわからない。話してもわからないぐらい日本の一部になっています。二つ目、住んでみたい層の増加です。これ根深いですね。少し前までですね、韓国社会の成功モデルはわかりやすかった。早く、多く、高く、いい大学、いい会社、高い年収、スピード昇進、息切れしたら、はい、終了。でも今、そのモデルが音を立てて、崩れているかもしれません。そこで日本ですね、正直に言って、日本はアメリカみたいにもういきなり年収1000万、2000万、3000万、ドーンの国ではないんじゃないですか。でも代わりにこういうものはあると思うんですよ。一人でゆっくり成長しても大丈夫って詰められない。一回こけても人生の失敗者扱いされない。これが刺さっていると思うんですね。さらに決定打がですね、情報環境ですね。YouTube とか SNS の発展により、今見えているのはですね、海外行って大成功しましたみたいなキラキラ韓国人だけじゃなくて、日本で普通に働いて、普通に疲れて、普通に休んで、普通に笑っている韓国人ですね。人生ってこんな速度でも良いんだ。日本という国の文化が面白い。この気づきがですね、住んでみたいという層を静かに増殖させています。3つ目、就職の増加です。日韓でですね、労働市場の構造が真逆すぎるんです。まず韓国、仕事ないわけではないんですけれども、正確に言うと、行きたい仕事っていうのが少ないんだと思ってるんですよね。なぜかというと、大企業、財閥みたいなところは入れる人が少ないんですね。もう本当に一握りしか入れないんですね。一方で韓国の中小企業、中堅企業は、給料が安いとか、休めないとか、将来が不安みたいな、この固定的なイメージがあるんですよ。別にそこ入っても生きていけるには問題ないと思うんですけれども、なんか財閥系企業に比べてしまうから、なんかそのような不安ができるんですね。結果どうなるか。勝ち残りゲームなのに、椅子が最初から足りてない。だからみんな入れずに挫折してしまうっていうのがあるんです。一方、日本でですね、慢性的な人手不足ですよね。少子高齢化で、この人が休んだら部署が止まる。そういった現場も珍しくありません。ここで韓国人がパズルの最後のピースみたいにハマる場合があります。日本語、英語、韓国語できたりとか、海外のメール、会議に体制あったりとか、資料作成、調査、改善が好きだったりとか、怒られてもとりあえず翌日来るみたいな。一部の日本企業にとってはですね、ちょっと待って、これ助かるんだけど、みたいになる場合があります。例えば、海外取引が増えた製造業での海外営業補助、この日本語と英語の間で死にかけてる現場を救ったりとか、日本企業からすると欲しいと見える人材がいるわけなんですね。日本は割とその良い椅子が割と空いてるような状況に見えてしまいます。4つ目はですね、留学生の増加ですね。今の留学ですね、人生の仮置き場になっている人も、一部いると思います。日本はですね、教育機関の選択肢多いですよね。国立、私立大学、専門学校、日本語学校、理系、文系、職業系、全部あると思います。例えば大学の理系に入ると、研究室と会社の距離が近かったりもするわけですね。特に理系分かりやすくて、科学、材料、機械、情報、バイオ、研究室と企業でも共同研究して、気づいたらうちの企業来ないみたいにつながったりとか、もしくはその企業で働いている先輩を通じ
じて、その企業の情報をもらったりしますね。こうやって履歴書に、日本で学びましたとか、日本で活動しましたってなると、その企業の担当者も、ある程度日本文化も分かってるし、日本語で仕事すること問題ないね、お願いしますってなったりすることもあります。この留学生っていうことは、最初、2年か4年ぐらいで始めると思うんですけれども、僕の場合は、この4年だけやって、もう韓国に帰ろうかなっていうつもりで来たんですけれども、気づいていたら、6年、8年、次は10年目が待っている状況になっています。これ留学生はですね、もちろんその、大学側にとっては、その授業料を払ってくれる存在になったりとかもするんですけれども、この留学生側としても、この日本社会を学べる地図になったりとかしていて、日本という国はどんな国なのかとか、自分は日本で生きていけるかな、みたいな場合で日本に住む場合もある。韓国に帰るとしても、韓国で日本関係の仕事って必ずあるわけでして、実際日本留学生の方々は韓国の大企業に入って、日本との商談に入ったりとか、日本の研究動向を調べたりとか、日本の企業とコラボしたりとか、そういった時に役立ったりしますよね。だからこの留学っていうのも、日本と関わる仕事をするときに大事だったりします。5つ目、結婚して来日です。今、国境を越えるってことが、人生の一大イベントレベルではなくなってるかもしれません。最近ですね、もう日韓が毎日の生活レベルで混ざる場が普通にあちこちにあるんですね。例えば、会社の海外案件で、日本の方と毎日ズームしたりとか、日本旅行中で焼肉屋で意気投合したりとか、ちっちゃいところから始めて恋愛になってそのまま結婚するみたいな、これもうドラマじゃなくなってるかもしれないなとは思ってるんですよ。で、結婚を考える段階でですね、この現実的にならないといけないんじゃないですか。で、そこで出てくるのが、日本人と韓国人で、相性が良いかもしれないという話なんですね。例えばですね、韓国の人は、傾向的な話ですよ。感情は顔に出るとか、嬉しいと全力で嬉しがって、怒るともうすぐ言ったりとかで、日本の方ですと、感情は顔に出さないとか、空気を読んだりとか、衝突する場面もあるんですけれども、これ補完関係でもあると思うんですよね。韓国人が言わなきゃ伝わらないを担当して、日本人が言い過ぎないを担当して、これでバランスが取れたりするわけなんですね。恋愛するときに自分と真逆のことが惹かれるみたいなこともあるじゃないですか。それで辻褄あったりもすると思います。次、子育てなんですけれども、韓国だと、教育熱がすごくてですね、もう塾に行かないと人生終了とか、もう小学校英語の塾1個行って、中学生になったら英語、数学、もう科学行ってみたいな形で、どうやってソウル大学に行かせるかみたいなの考えないといけなかったりするんですけども、一部なんですけども、こういう圧迫が、日本だと少ないなと思ってるんですよね。例えばその部活させたりとか、専門学校で、自分が好きなことを突き詰めばみたいな進路もある。このように圧迫感が少ないっていうことが、日本に住む日韓カップルを増やしているんじゃないかなと思います。ここでですね、最近外国人って聞くとニュースや SNS で見るのは大体派手にやらかした人ばかりですよね。またかと思いますよね。僕もそうやって迷惑かける人嫌いです。でもちょっと待ってほしいと思ってるんですよ。一生懸命生きている外国人もたくさんいると思います。朝、満員電車で無言で耐えて、コンビニでありがとうございますを噛まずに言えて、上司にご確認のほどを震えながら送って、帰りにスーパーで半額シールを狙う。そういう韓国人実はめちゃくちゃいるんですよ。これ日本が合わなくて帰国した韓国人もいる中で、日本に残ってるということは、何らかしら日本のことが好きだと思ってるんですよ。僕もその一人で、日本のルールを必死に覚えて、必死に大学で研究したりとか、卒業したら働いたりとか、そういったわけですね。で、このチャンネルでも会社員、お医者、タクシー運転手、弁護士、モデルなど、ちゃんと税金払って、ちゃんと悩んで、ちゃんと生きている韓国の方々たくさん紹介してきました。僕らは日本を壊してきたわけじゃなくて、ここで皆さんと生きていきたいなと思ってだけでやって、一緒にちょっとずつ良い日本社会を作っていけたらなというふうに思っております。今日は以上です。よろしければチャンネル登録もお願いします。以上、パクでした。アニョン。